先輩方、私だ。今日は質問に答えていこうかなと考えた。まあいい。早速答えていこうかな。それで最初の質問はこれだ。なるほど。そこそこいい質問だな。要するに人の魂、ここでは魂と書いているけれども、その意識自体をデジタル化することができるかどうかだな。これはもう完全にはっきり言っておこうではないか。人の意識、魂というのは完全な状態でデジタル化することは無理だ。近い状態であれば可能だ。しかし完璧にデジタル化するのは諦めてくれ。よってコンピューターの仮想現実で生活するのも不可能だということだな。これに関することで一つ言いたいことがある。分かっているものは分かっていると思うんだが、今現在というのは縦横高さ3次元の世界、いわゆる低次元の世界で生きていると、詳しく言えば生かされていると考えてくれ。それでこの縦横高さプラス時間の4次元というのが、いわゆる高次元ということだな。しかしながら3次元から4次元というのは見ることはできない。けれども4次元から3次元というのは見ることが可能だ。そして制限はあるけれどもコントロールも可能だということ。要するに私たちはテレビゲームのキャラクターと同じということだな。そして4次元の上には何が存在するのかといえば5次元の世界だ。5次元の世界というのは一体何なのか。縦横高さプラス時間プラス意識、これが5次元の世界だということだな。先輩方しっかりついてきているか？大丈夫か？例えばなんだが、宇宙はどうやって作られたのか。ごく一般の3次元の人々が考える宇宙の始まりというのはビッグバンだな。しかしそのビッグバンはどうやって起こったのかというのはあまり語られていないということ。なぜならわからないからということだな。しかしそのビッグバンというのは実のところ5次元が作ったということだ。要するに巨大な意識の塊である5次元がビッグバンを作り出し、そして宇宙を誕生させ、様々な星を誕生させて、それで太陽も誕生させて、太陽のいわゆる破片として地球を誕生させて、生命体を作り出し、そして一番最後に作り出したのが人間というキャラクター、ゲームのキャラクターだな。一つ言っておこう。私たちの存在というのは5次元、巨大な意識の塊によって作られた単なるゲームのキャラクターに過ぎないというのはしっかり認識していた方がいいかな。しかもその人類の軌道というのはもうすでに3回もリセットされている。3回やり直し、人間を滅ぼしている。最初のリセットは今から15000年前。そして2回目は3000年後。そしてまたさらに3000年後。おっと、話がそれてきた。最終的なことを言えば、3次元の人間が5次元の意識をデジタル化なんぞできるわけがないということだ。もう一度言おう。5次元の意識の塊の壮大なゲームの1キャラクターに過ぎないのが私たち地球の生物だということだ。いいな。次の質問へ行こうではないか。次はこれだ。なるほど。これは気になるようだな。私は観葉植物が好きで、これはフィカス・ウンベラータという観葉植物で、信じられないかもわからないが、これはちょうど
2010年くらいに登場した時ぐらいかな。未来から持ってきたフィカス・ウンベラータ。私がタイムマシンに乗るときにポケットに隠し持った苗、それを味とで育てている。これは禁止事項だからあまり大きな声で言うことは許されない。しかししっかりこの通り育っているということだな。しかしこれは残念なことに時が来れば消滅してしまうということだ。あとこの植物にも意識はしっかり内在している。よく会話をするんだが、この植物は非常に元気がいい。たまに怒っている植物も存在している。そしてたまに植物同士会話もしているし、結構面白いということで、先輩方も観葉植物は買ってみるのもいいのではなかろうかと考えていると。もう一度言おう。植物にも意識は内在しているということだ。次の質問へ行くとする。次はこれだ。なるほど。自分自身がどういった存在になるのか、なっているのか、どういった役割をするのかどうか気になるようだな。一つ言っておこうではないか。今現在地球上に存在している人、人間というのには必ず一人一人役割が与えられているということだ。役割がない人間というのはこの世に一人も存在しないということだ。その役割というのは一体何なのか。それは残念ながら自分自身で気づくしかないということだ。その役割というのは一体何なのかと知りたいことであろう。そうだな、一つだけ見つけ方、非常に簡単な見つけ方というのを一つ言うとするのであれば、時間が経つのを忘れるくらい没頭することなどが考えられるかなということだな。全てが全てではないが、高確率でそれにまつわることが使命かなと私は考えているぞ。いい。次の質問へ行くとする。次はこれだ。おやおや、私の声が好きというのはかなり変わり者だな。困ったやつだ。たまにボイチェン使ってますかみたいな感じでメールが来ているようだが、一切そういった小細工は使っていない。ちなみに小学生の時からずっとこの声だな。それでダイエットの特効薬というのはできますかということなんだが、もちろん未来ではダイエットの特効薬は存在している。自分の好きな体重まで落とすことは可能だ。しかしながらほとんどその薬を利用するものは存在していない。なぜならば未来の人間は前にも言ったと思うんだが、みんな筋肉もりもりだ。男も女もすべて筋肉もりもりがステータスだ。だから現代のように痩せ細っているものは未来にはあまり存在しない。存在していたとしても病気かなみたいな感じで見られてしまうということだ。よって今から毎日スクワットを、そうだな、200回やってくれ。いいな。次の質問へ行こうではないか。次の質問はこれだ。なるほど。なるほど。これはもう最初にはっきり言っておこう。サインで訴えているとはっきり言っておこう。サインだ。高次元からのサインだ。英会先輩方よく聞くんだ。私たち縦横高さ3次元、いわゆる低次元の世界から高次元の世界というのは見ることはできない。しかしながら
高次元の世界から3次元の世界というのは見ることもできるし、サインを送ることも可能だ。よってすべての現象に注意していてくれ。そしてよく考え、一体何を送っているのか、一体何を訴えかけているのか、一体何を言おうとしているのかというのを察知してくれ。これは一言ではない。これを聞いているもの、見ているもの、すべてのものに言えることだ。何か家の中で不思議な現象が起こったりした場合というのは、ほぼすべて高次元からのサインだと考えていてくれ。いいな。危険を知らせてくれているだとか、何かを教えてくれている、何か気づいてもらおうとしていると、必死に高次元からサインを送り続けていると考えていてくれ。そしてその送り主というのは自分自身かもしれないし、親しかったものかもしれない。人によるということだな。いい。次の質問へ行くとする。次はこれだ。なるほど。この類も結構多いということだな。仕事にしてもそう、学校の部活にしてもそう、こういった分岐点の相談は比較的多いということだ。それで今回は仕事が合わなくて転職しようか迷っている。このままでは心身ともに弱ってしまうということだが、結論からはっきり言ってしまえば、すぐに転職した方がいいということだ。しかしながらいろいろ障壁はあると考えている。例えばなんだが、石の上にも3年と言われたから悩んでいるとかいうものも多いであろう。しかし石の上にも3年の3年というのははっきり言ってしまえば比喩表現であり、真に受けてね、3年間きっちり頑張る必要はまるでないということだ。他にも世間体がみたいな感じで思うかもわからない。親になんて言おうかなとか、彼女になんて言おうかなとか、嫁さんになんて言おうかなとか、同級生になんて言おうかなとか、そういったことでなかなか辞めることができないとか、転職、他の仕事ができないとか考えているものも多いと思うが、はっきり言うけど、世間体のために人生を全うしているのであれば、今まで通り苦しみながらやり続けていいのではなかろうかと考えるんだが、おそらくなんだけど、世間体のために人生を頑張っているものなんぞ全く尊敬できないし、やろうとも思わないということだ。今回のケースは転職なんだが、はっきり言うけど、仕事というのは腐るほど存在している。心身ともに弱ってからでは遅いのではなかろうかと考えるぞ。しかしいざ辞めるとなれば、会社側が困るとか引き下がってくるかもわからない。しかしそれは会社側の都合であり、全く自分自身には関係ないということは理解していた方がいいということだ。せっかくの自分の人生の貴重な時間を合わない仕事、職場、会社に捧げるのは私はごめんだ。もう一度言おう。世間体のために働いたり、石の上にも3年の3年も本当の3年と勘違いしてしまったり、会社側の勝手な都合で辞めることができなくなっていたり、こういった類で悩んでいるものというのは、素早い決断をした方が身のためだ。時間がもったいない。もう一度言うが、人生は自分のために存在している。先輩方に一つ秘密を教えておこう。人生の分岐点で迷った際、自分自身が決断した選択肢の方が高確率で正解の選択肢を選ぶことになるということだ。ということは、これは紛れもない事実だということだ。一方、人が言った選択肢、赤の他人が決めた選択肢に沿って人生を送ってしまえば、
大概失敗する。ということは、この場ではっきり言っておくとする。知らんけど。今日は結構長くなったな。今日はこの辺で終わるとする。以上だ。